皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の防衛産業について、非常に素晴らしいニュースが入りました。オーストラリアで11隻の大型軍艦を導入する計画があります。この計画、ドイツと日本との間で最終選考が争われていました。結果、日本の最上型を基準とした共同開発提案をオーストラリアが採択。9500億円もの大型の案件が成立しようとしています。今回の動画では、なぜオーストラリアが日本を選んだのか、そしてこのことが一体どのように未来に作用するかについて解説しておきましょう。まずはどのような報道内容か確認しておきましょう。オーストラリア護衛艦日本優先で交渉、最上型ベースに共同開発、総額9500億円の大型案件。オーストラリア海軍の新型艦導入をめぐり、オーストラリア政府が海上自衛艦をベースにした共同開発を売り込む日本を優先して交渉する方針を日本側に伝えたことが分かった。日本はドイツと受注を競っていた。実現すれば護衛艦輸出は初めてとなる。計画では老朽化したフリゲート艦に代わる新型艦を11隻配備する。総額は約9500億円規模に上り、第二次大戦以来最大の艦船増強計画となる。日本は三菱重工業の海上自衛隊護衛艦 FAM 最上型をベースにした共同開発を想定している。新型艦の共同開発で合意に達すれば、日豪防衛協力が一層強化されることになる。日本はイギリス、イタリアと次期戦闘機の共同開発を進めており、オーストラリアへの輸出も検討されている。第一報を日経新聞が報じ、その後、紹介したような産経や朝日、その他、様々な一般紙でも報じられています。三菱重工業もこの件について公式な発表を行っています。オーストラリア次期汎用フリゲートの共同開発生産について、オーストラリア政府は2025年8月5日にオーストラリアの次期汎用フリゲートに三菱重工業が建造する艦船を選定したと発表しました。今回のライバルはドイツでした。ドイツと日本を比較した場合においては、艦船の性能それ自体で見た場合においては、日本製のものの方が良いとはされていました。しかし、最終選考で選ばれる理由というのはそのように一つの側面だけではなく総合的な判断となります。例えば、ドイツの場合であれば、大型の兵器の輸出実績については日本よりも圧倒的に多く、また今回の案件についても、1隻あたりのコストは日本よりも安くできるというアピールがされていたと言われています。しかし、今回の面においては、そうした予算の面を乗り越えるような政治的な判断が働いていたと言われています。というのも、オーストラリアが11隻もの軍艦を導入していこうとしているのは、古い艦を新しい艦へと変える、いわゆる更新という意味合いではなく、海軍力の増強を図らなければならないという大きな戦略構想があります。そのような必要性に迫られているのは、日本とオーストラリアともに警戒している相手中国の動向があるからです。中国は継続的な軍拡を進めており、それは陸軍戦力だけではありません。空軍力、陸軍力、海軍力、その全てについて非常に多くのお金を投入して兵器の刷新、そして増強に努めています。中国海軍の増強が続くということは、それに対抗するための海軍力の整備はオーストラリアにとっても欠かせないものとなっているのです。ただ、日本はそうした意味においては、オーストラリアに対して過去、通常型潜水艦の売り込みをかけたこともあります。しかしその時は受注に失敗しています。この場合だと、一旦話が決まったフランス製の案を蹴って、最終的にはアメリカの原子力潜水艦を導入しようという話になりました。超長期の先行能力といったものを求めたオーストラリアですから、通常型の潜水艦ではちょっと受注が厳しかったかもしれません。しかしこの時の失敗やもしくはうまくいかなかった点について改善した上で、今回の売り込みを日本は行っていたと言われています。それが官民挙げての受注獲得に向けての動きです。大型の兵器について売り込みをかけるということは、企業だけが頑張れば良いというものではありません。当然、国がある程度後ろ盾になって、超長期の関係性を維持していくことが重要となります。大型の兵器は売ったら終わりではなく、売った後の維持や補修、
そして運用面でのサポートなども非常に重要となります。そうした意味で三菱重工業であるとか装備品についてのアメリカ製のメーカーの協力なども得ながら政府がこれを推進し、オーストラリアに対する売り込みが成功したと言われています。ただし今回最終的な決定打となったのは日本の売り込みがうまかったかどうかではなく、中国の脅威を考えた場合において確実に納入される製造能力が重視されたと言われています。この確実な納入についてなのですが、ここには日本の造船能力に大きく評価されるポイントがあります。それは最上型をベースに共同開発してオーストラリアの望んでいる装備や設備などを加えるというのがそんなに難しくはないだろうと言われています。そもそも今の最上型の護衛艦についてはどんどんと作れている状況ですから、海上自衛隊向けのものをオーストラリア向けに優先的に納入するといったことが可能であり、最初の1番艦2番艦の引き渡しをしている間にオーストラリア現地でのライセンス生産の仕組みを整えていくといった時間があります。逆に言えば日本の海上自衛隊に納入される艦が少し遅れるわけですが、しかしそのことさえ飲み込めばオーストラリアに輸出するその実績を作ることができるし、その後のオーストラリアとの関係性も長く維持することができることから非常に政治的なメリットが大きいと考えられます。そして日本にとって重要なのは、この話が護衛艦の輸出ができたというだけではなく、これを実績として次へとつなげることが十分考えられるからです。というのも、今回の選定の一つのポイントとなっているであろう中国の脅威について言えば、当然のように何も海軍力だけの話ではありません。空軍力についても増強が進められており、当然この点についてもオーストラリアは気にしているはずです。そこで次に考えなければならないのは、日本、イギリス、イタリアの共同開発をしている次世代戦闘機についてです。この戦闘機についても日本は自衛隊向けだけではなく海外に輸出することも一つ計画の目標に入っています。イギリスやイタリアも同様にして海外へと売り込みをかけていくことにはなるとは思うのですが、しかし日本は日本で独自に友好関係を結んでいる国に対して積極的に売り込んでいくその時の一つの材料として今回の護衛艦の輸出、これが実績として評価されることが重要です。なぜそのようにして兵器の輸出について積極的になるべきだという話をしているかといえば、それは現在のような自衛隊向けだけに作っている状態というのは非常に製造数が少なく兵器を作るために必要な部品類やその製造設備についての維持が非常に大変になります。コストも高めにつきます。しかし、量産するような体制を取ることができれば、それを支える産業においても多くの雇用が生まれますし、そこに携わる人たちの職業としての安定性も確保されます。そして、そこで得られた利益といったものが次の兵器を開発するための一つの糧となります。何もない状態から次のものを作ろうとするのは非常に大変なものです。しかし、一旦作ったものがその後何年にもわたってサポートするための費用や保守、点検維持のための費用などによって売り上げが立ち、息の長い商売になれば、そこから生まれたお金といったものが次の商売へとつながってくるわけです。しかも現代の兵器というのはほとんどの場合、昔のものよりもより高度なものが求められていたり、しかもそれでいて安さといったものも同時に求められる難しさといったものがあります。しかも忘れてはならないのは、何も兵器の開発を行っているのは別に日本だけではなく世界中で行われているという点です。ロシアによるウクライナ侵略で見られるように、実際の戦闘が始まってしまえば常に新しい兵器と相手方の兵器に対する対抗技術といったものが開発され、競争が激化していきます。兵器の進化はどんどんと進んでいくものであり、決して後退するわけではありません。そして軍事技術の差が開けば開くほど、そこには危険性も増していくこととなります。例えば今年行われた大規模な戦闘のうち、軍事技術の差を見せつけたものがあります。それがイランとイスラエル、イランとアメリカとの戦闘です。イランは陸軍兵力としては非常に大きなものであり、軍事大国の一つです。しかし軍事技術という面においてはイスラエルやアメリカにはかなり劣ったものです。そのためイスラエル空軍、アメリカ空軍のステルス戦闘機やステルス爆撃機に対しては全く手も足も出ず、一方的な攻撃を受け続
けるといったことが発生しました。軍事技術の差が極端に開いている場合というのは、地域的な軍事大国と呼ばれるような国であっても一方的にやられてしまうといった実例があるわけです。視野が狭くなってしまうと、日本の防衛能力は高いんだから大丈夫という思い込みが発生してしまいます。しかしそれはあくまでも他の国と比べた場合において十分なものかどうかといった比較論を常に行っておかなければなりません。日本が脅威に思っているロシアや中国、そして北朝鮮のような国において兵器の発達が進んでいるのであれば、それに対抗するための戦力を整えていかなければなりません。その戦力を整えていくときに必要な自国産の兵器についていっても、力を持った企業がなければ十分に戦力を整えることはできません。そのように一つ一つの歯車がうまく噛み合っていくようにするためにも、友好国、同盟国に対する兵器輸出を進め、それに伴って国内の防衛産業に対してお金を回していき、次へとつなげていく動きはこれからも重要になるのです。今回はオーストラリアが11隻の大型軍艦を導入する話が進んでいます。日本の最上型をベースにした艦船の導入計画といったものが採択されることにより、最低でも9500億円程度の規模の契約がまとまりそうです。この契約は当然のようにその後の維持やサポート内といった次のビジネスへともつながってくる話であり、日本にとっては大きな第一歩となるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。